はい、皆さんこんにちは。今日の動画は相手の前進を防ぐミドルブロックでの守備になります。ベースとなるフォーメーションは14141、対戦相手は1442です。それでは解説を始めていきます。はい、それではまずは相手とのマッチアップを考えていきたいと思います。ミドルゾーンでのポジションではこのような形になります。相手が4枚になりますね。赤のチームは9番を中心に7番11番で3枚の対応になります。相手の2トップ11番9番に対しては赤のチームは4番と5番で明確になります。相手の10番と7番には赤のチームの3番と2番が対応できるかと思います。相手の6番と8番には赤の10番と8番がマークにつき6番が余るような状態になります。この場での数的優位を有効利用して相手の4枚のディフェンスラインにうまくプレスに行く方法を説明していきます。まずはボールホルダーに9番がプレスに行きます。この場合相手の2番10番に行くマークについては7番と3番が対応しています。また8番と11番には赤の10番と4番が対応していますので、次に出てくるところはこのパスコースになるかと思います。相手のボールホルダーと4番で数的を作り9番のラインを突破してくることが想定されます。8番がボールにプレスに行き8番がついていたマークを6番が受け取りマークにつく方法になります。このようにボールにプレスに行くローテーションを常に確認していくことが必要になります。これは試合中に常に起こり得てくることですから6番と10番と8番のコミュニケーションまた9番へのコーチングの声が必要になってくるかと思います。8番と6番のローテーションにより相手に対してマークをつくことができるようになりました。明確になります。ボールホルダーにプレスをかけていきます。ファーストライン、セカンドライン、最終ラインはこのように設定していきます。ユニットはこのような形でユニットを組んでいきます。真ん中にボールを配球されないようにポジションを取っていきます。そうすることにより相手の次のパスを想定することができます。5番へのバックパス、また7番、3番へのワイドへのパスが考えられてきますね。3番にボールが配球されました。11番がプレスに行き、後の中盤のライン6番、10番、7番は必ずボールよりも下がった位置でポジションを取れるようにしていきましょう。また最終ラインも下がりすぎることなくセカンドラインとの距離を保ちながらラインの高さを保つようにしていきましょう。また8番と9番のポジションも大切になります。ボールを逆サイドに変えさせないようなポジションを取るようにしていきましょう。ボールを前に少し運ばれました。11番がプレスに行きます。この場合7番が中に入っていきましたので6番がそのマークにつきます。ここで2番が7番についてしまいますと2番のこの赤の周りのスペースが空いてしまうのでここは我慢をしてラインを整えていきましょう。そのためには6番が7番にマークつく必要があります。7番にボールが配球されました。この時に素早く6番が対応できるようにしていきましょう。最終ラインはずれることなく若干ボールサイドが下がり気味になっていますが整えていきましょう。6番のプレスに対して11番がプレスバックに行き数的優位を作っていきます。相手の自由を奪っていきます。コースの限定をしボールを狙い取っていきます。奪ったボールは素早く前に展開していきます。2番も積極的に上がっていくことが大切になります。ボールを動かしていき積極的に前へサポートしていきましょう。
それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らましていきましょう。次の場面はボールホルダーに対して9番が積極的にコースの限定をし、ボールをワンサイドに持っていく方法を説明していきます。このように9番が中を切り外へ誘導していきます。さらにプレスをかけていきます。ボールホルダーのパスコースは以下の4つになることが予測できますね。一番近場に安全な8番にボールを配球されました。10番がプレスに行きます。ラインをこのように整えながら対応していきます。5番にリターンが入りました。9番が素早くプレスに行きます。この場合も逆サイドに変えられないようなポジションを取りながらプレスをかけていきます。相手の10番11番のマークを確認しつつ、そこにパスを出されないように7番が絞りながらポジションを取っていきましょう。そうすることにより2番が空いてしまうので2番にボールを配球されます。素早く7番がプレスに行きます。セカンドラインは可能な限りボールよりも後ろのラインを取れるようにしていきましょう。また6番のポジションはボールサイドに寄りすぎることがないように間を取っていきましょう。最終ラインは相手のマークを考えたポジション、さらにボールサイドのケアができるようなポジションを取っていきましょう。7番は中を切りながらプレスをかけていきます。予想されるパスは5番へのバックパス。ただし9番がいる状態を必ず作ります。この状態ですと前方向への裏が予想できてきます。このように素早く間合いを詰めたプレスができることによって相手のパスコースを予測することができます。ボールを受け取りましたら、ボールを奪いましたら素早くポジションを修正し、広く深くポジションを取れるようにしていきましょう。そうすることにより相手の間を取ることができるようになり、ボールをゴール方向へ進めやすくなります。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らましていきましょう。はい、次の場面は9番がボールにプレッシャーに行きます。それに続いて11番が4番の方向を切っていきます。6番もボール方向に
ずれていきます。このような形で9番の動き、さらに11番の動きを伴わせながらコースの限定をしていきます。9番が中を切り外誘導、相手の8番、11番に対しては赤が10番、赤の4番が対応します。相手の2番、10番には7番と3番が対応します。このような状況を作っていきます。2番にボールが配球されました。確実にプレスに行くようにしていきましょう。さらに10番に対してもプレスに行く。さらに10番にもプレスに行く状態を作っています。この状況を作ることによって相手のプレーの幅を狭めることになります。ボールを出すところが11番となりました。その状況に合わせてディフェンスラインは4番がプレスに行き、3番、5番、2番はカバーリングに入りましょう。4番のプレスに合わせ10番のプレスバックを同時に行えると相手にプレッシャーをかけられてきます。このような形でコースを限定し、ボールを配球されてもその配球されたところでプレスに確実に行けるようにしていきましょう。ボールを2番にリターンされました。そのまま4番がプレスに行きます。4番と7番で数的優位を作り、コースの制限、プレーの制限をしていきます。セカンドラインと最終ラインはこのような形になります。セカンドラインの10番、8番、11番のポジショニングがとても大切になります。間を空けないように11番の絞り込みが大切になります。4番と7番のプレスによって次のパスコースを限定できます。その状況に応じて3番がプレーを予測してインターセプトしていきます。このような状況が出来上がりますと、ボールを奪える瞬間をみんなで共有しやすくなり、攻撃につなぎやすくなります。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らましていきましょう。次の場面は7番がボールホルダーに2番のコースを切りながらプレスに行きます。全体として相手の2番、10番の方にスライドをして誘導をしていきます。このようにポジションを取り、相手のボールを4番、3番、7番方向へ運ばせるようにしていきます。7番が2番を切りながら、9番が縦方向を切りながらプレスに行きます。相手の5番のパスコースはこの4つが考えられますね。4番にボールを安全に配球されました。予定通り9番がプレスに行きます。そうすることによりボールサイドに数的優位を作っていきます。コースの制限をさらにしていきます。セカンドラインと最終ラインはこのようなイメージになります。相手のパスコースはこれらになります。3番に安全にボールが配球されました。このパスも予測できますので11番の素早い寄せが可能となります。常にボールにプレスに行きましょう。最終ラインとセカンドラインの設定になります。最終ラインとセカンドラインはくっつきすぎることがなく、ある程度の距離を保ち、また空きすぎないようにすることが大切になります。相手のボールの出所はこのコースが考えられますね。また9番へのパスも考えられますが、11番のプレスの状況に応じて変わってきます。11番がボールホルダーにプレスにしっかりいけている場合には、パスコースを予測しながら相手の動き、また裏のスペースのケアをしていきましょう。
このように相手のプレーを予測して裏のケアをしボールを奪うことができました。逆サイドへ展開する準備をしながらボールを素早く動かす。近場でポジションを取りながらボールを動かせるようにポジションを取りながら攻撃をしていきましょう。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らましていきましょう。これにて今日の動画を終わりにします。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。動画を見ていいなと思いましたら高評価をお願いします。またチャンネル登録もお願いいたします。皆様の高評価、チャンネル登録が動画を作る心の支えとなっております。ぜひよろしくお願いします。